はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。皆さんはマルチバンドサチュレーターは使ってますか？普通のサチュレーターは結構使ってると思うんですが、マルチバンドサチュレーターを使うとさらにいろんな音のデザインができるようになります。ぜひマルチバンドサチュレーター持ってれば活用してみてください。ということで今日はマルチバンドサチュレーターのご紹介に行きたいと思います。それでは行ってみましょう。最も有名なマルチバンドサチュレーターといえば、このファブフィルターのサターン2だと思うんですが、なかなかこれは製品としてもいいお値段しますので、簡単には手が出ないと思います。安心してください。無料で配っているものもあります。こちらの沖縄オーディオの匠 EQ は EQ でありながらマルチバンドサチュレーターにもなるというものですので、こちら無料ですので、例えばお持ちでない方はこちらを無料でダウンロードしてみるというのも一つの手ではないでしょうか。また、手軽に買いやすいものとしては、メルダプロダクションの M サチュレーターマルチバンドがあります。こちら今、9000円ほどしますが、セールが、しょっちゅう入りますので、その時には半額とかにもなりますし、バンドルなどで安く買うこともできますので、そちらを検討するということもできます。ちょっと待ってください。今この動画を見ているあなたは何の DAW ソフトを使っているでしょうか？もし Cubase だったら標準で付属されているクアドラファズバージョン2というのがあります。このクアドラファズめちゃめちゃ多機能でしかも使いやすいマルチバンドサチュレーターとなっています。クアドラファズって名前なので、普段ですね、あまりファズを使わない僕としては、すっかり見過ごしてました。てっきり普通のファズディストーションだと思ってたんですが、これ立ち上げてみると、4バンドでそれぞれの帯域に歪みをかけられるマルチバンドサチュレーターでした。しかも、テープ、チューブ、ディストーション、アンプ、で、ビットクラッシャー的な感じですね。の5つのモードが選べて、自由に帯域も変えられるし、ワイズも変えられるし、パンも変えられる。で、ミックス具合も変えられて、アウトレベルも調整できると。もうね、やれることほぼできちゃうんですよね。しかも、シーンを8つまで記録して、オートメーションで切り替えることもできます。また、マルチバンドではなく、シングルバンドで使うことも可能です。そして、ディレイがついていますので、ディレイ信号を使ったアイデアシェアでね、面白い使い方もすることができます。それでは、音の傾向を聞いていきたいと思います。まずはですね、ベースの音を使っていきたいんですが、何も、サチュレーションかかってない状態ですね。こちらを聞いてみてください。それではテープモードの音を聞いてみましょう。で、音量差による音の感覚の違いをなくすためにゲインマッチで音量を揃えるようにしています。次はチューブモードなんですが、チューブは1本か3本を選ぶことができます。で、数が多い方がふくよかな感じがしますので、すべて3本でちょっと統一したいと思います。
トーションモードです。アンプモードですが、アンプは基本的にギターアンプで、クリーンモード、クランチモード、リードモードと3つ選べるようになっています。今回はすべてクランチにしておきたいと思います。最後はデシメーターモードです。こちら、このノブでビット数を変えます。今回は8ビットに統一しておきます。で、モードが4つあって、1と3が過激なモード、2と4が比較的控えめなモード。で、この S&H、このノブによって元の信号がどのくらい破壊されるかを決めます。全開にするともう認識できないぐらい壊れるそうです。では次にですね、ドラムの効果的な使い方をご紹介したいと思います。ドラムはやはりキックをしっかり目立たせたいので、低域にサチュレーションをかけます。それと、金物の広域、超広域ですね。こちらにサチュレーションをかけます。こうすることで、キックの存在感と金物のきらびやかさが強調されるドラムになります。途中でね、オンオフしながら聴いてみましょう。はい。次はですね、鍵盤に使うときなんかなんですけれども、音色にもよるんですが、鍵盤って結構下から上までレンジが広いので、いろんな楽器とこう被ってしまいます。そうすると、意外と音量は出てる割には抜けてこなかったりとかすると思うんですが、それをですね、あえて、今回ですね、アンプを使ってあげることで、レンジを狭めて聞こえやすくすると。今回ね、ローズっていう音色使ってる部分もあるんで、よりアンプとの相性なんかも考えて、今回はアンプのサチュレーションをかけています。ではこちらもですね、2小節ごとに切り替えていきたいと思いますので、その違いを聞いてみてください。
では最後にですね、3つのパート、ベース、ドラム、キーボード。こちらが混ざっている状態で、クアドラファズがかかっている時とかかってない時で、どのように聞こえ方が変わるのかというのをやってみたいと思います。こちらも2小節ずつ、音色が変わりますので、そちらを気にしながら聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。これでね、音作りが全て決まるわけではないので、他にもいろいろな、エフェクターをかけて、最終的に作った音にもう少し存在感やきらびやかさが欲しいなっていう時に、使えるのがこのマルチバンドサチュレーターではないかなと思います。普通のサチュレーターだともう全体的に、バイオが加わってしまいますが、これだと周波数を特定して、そこだけにサチュレーションをかけ、バイオンを付加するっていうことができます。またね、テープだったり、チューブだったり、ディストーションだったり、アンプ、で、デシメーターだったりっていう風に、いろんな歪みの種類を使い分けることができますので、非常にですね、音作りの幅も広がりますし、音の存在感、分離感なんかも、コントロールすることができるんではないでしょうか。まだね、マルチバンドサチュレーター持ってないよという方は、無料のでもいいですし、有料のでもいいですし、手に入れてみてください。それをミックスに使うことによって、ミックスの幅が広がるんではないでしょうか。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録、通知設定なんかもしていただけるとありがたいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。では、またねー。